こんにちは。特に何も変わらないいつも通りの生活をしているんですけど、もう完全にパリは夏日で日差しも強いので結構暑い日が続いてるんですけど、朝晩はまだ少し涼しいです。私はこの前少しオリンピックに関係する仕事を3日間していて、でそれがあったので会場に行ったりとか、会場のあたりに行ったり、グッズショップに行ったりとか、結構オリンピックの雰囲気を味わう機会があったんですけど、日本人の人は少ないみたいですけど、でも結構ね、観光客の人来てて、オリンピック会場周辺とかそのあたりはすごく盛り上がってます。でも自分のね住んでるローカルのエリアに戻ってくると、この間も前回の動画でお話ししたように、みんなバカンスに行ってるので街はかなり閑散としていて、今は静かなパリの日常っていう感じです。で、私は、9月の頭に親友の結婚式が東京であるので、8月末に日本に帰ります。でその後一旦しばらく日本にいて、でまた来年どのタイミングかちょっとまだ決めれてないんですけど、またこっちに戻ってこようと思っているので、このパリのライフスタイルの動画も一旦8月末で休憩になります。この前購入したブレスを着てディナーに行きたいと思います。そういえば今日すごく久々にネイルをしてきました。4ヶ月ぶりぐらいかな。日本だと毎月通ってたんですけど、最近ちょっと全然行ってなかったんだけど、やっぱり手元が綺麗だとすごく気分がいいので、ネイル大事だなと思いました。すごいの出てきて、今夜ご飯作り始めてから動画回しちゃったんですけど、今日は麻婆ナス的なものを作ろうと思ってます。最近のお気に入りです。こっちにある食材でも結構簡単にできるのでよく作ってるんですけど、今日はひき肉に、オクラ、ナス、キノコを入れて作っていきたいと思います。今豚ひき肉をニンニクと生姜で炒めてます。でね、ポイントはこのお味噌と、あとこっちの中華スーパーで売ってるこの食べるラー油的なこちらです。これをね入れるとね何でも美味しくなるので、辛い麺にこれを入れたりとかしてよく食べてます。でもね実際にはそんなに辛くはないんだけどコクが出るのでおすすめです。日本で売ってないかもしれないんだけど、日本で代用するんだったら本当になんていうの、いわゆる食べるラー油として売られてるもので代用できると思います。炒めたお肉に酒と塩と胡椒をしていきます。味噌適当なんですけど、あとこのラー油適当に入れて混ぜます。である程度混ざったらここに切った野菜を入れていきます。夏野菜の中だと特に最近オクラが気に入っていて、よく使ってます。こういうアジアン料理にも使えるし、パスタに入れたりとか洋風の料理にも使えたりするので結構便利な上に美味しいし栄養価も高いので気に入って使ってます。しかもなんかこっちのオクラ、中国系のスーパーで買うんですけど結構安いんですよね。こんな感じで全体に火が通ったら完成です。完成しました。ご飯の上にこの丼スタイルでさっき炒めたものを乗せて食べます。いただきます。基本私は
お米炊くときは16穀米にして炊いてます。こっちのお米を買って、それになんていうの、16穀米の素みたいなのを混ぜて基本炊いています。美味しいんだけど、ナスをもうちょっと焦げ目がつくぐらい先に油を通してから他の野菜を炒めた方が良かったなと思ってます。なので皆さん作るときはナスだったり火の通りにくい野菜を入れるときは先に炒めてから、他の野菜を追加した方がいいと思います。味付けは本当に味噌とさっきのラー油と塩コショウと酒だけで十分な味付けになるので、少ない調味料で作れるおすすめのレシピでした。このトップスばっかり着てるんですけど、今日はこれに前にも紹介したヴィンテージの迷彩のスカートにセザンヌのサンダルで行ってきます。だいぶまた日焼けしました。今3区にあるキャフェに来てます。友達とナナコとこのカフェは私結構気に入っていて、よく一人でもテラス席で読書しに来たりしています。スペースにゆとりがあるので、ここは気に入ってよく来てます。うわ、雨降ってきたね。なのでパリで3区中心地に近いところなんで、この辺に来る機会があったら来てみてください。ピザを買ったので、これをテイクアウトしたものを持ってビーチに行きます。ということで、今年の夏2回目のマーセイユに行ってきました。まさか夏の期間に2回も行くと思ってなかったんですけど、どうしても綺麗な海にもう1回行きたくて、で友達と予定があったので、本当に週末だけパッとマルセイユに行ってきました。マルセイユはパリから電車で3時間ちょっとで行けます。で南フランスなんですけど、他の普通のエリアに比べたら多分電車で行きやすいエリアなのかなと思います。その途中パリのギャードリヨンからマルセイユまでの電車の間にアビニョンっていうところとイクサンプロボンスっていうところも通るんですけど、私アビニョンは行ったことないんだけど、イクサンプロボンスの方は行ったことがあって、その街も、コンパクトなんですけど、すごい可愛い綺麗な、街っていう感じで良かったので、もしマルセイユに行く途中に途中下車して寄るっていうのもありかもしれないです。マルセイユはよく治安が悪いとかいう話を聞くんですけど、私は体感として治安が悪いなと感じたことはあんまりないんだけど、でも治安が悪いと感じさせる要素はあるっていう意味はわかる。どこにいてもそれは変わんないと思うんだけど、夜は女の子一人で歩かないとか、自分の身の回りのことを気をつけていれば基本的には問題ないと思います。でもその一緒にいた友達と話してたのは、イタリアのナポリに少し近い雰囲気があるねっていうのは話してました。でも正直ナポリに行ったのはもう10年ぐらい前なんですけど、ナポリの方が治安が悪いなっていう感じは感覚的にしたので、もしかしたら若かったっていうのと、あとイタリア語ができないとかそういうのもあるのかもしれないんですけど、あんまりマルセイユにいて危険を感じたことはないです。で、私なんでこんなマルセイユ好きなのかっていうと、なんか街がコンパクトで移動がしやすくて、でそれでもっていろんな箇所にビーチがあるんですよね。街の中心からすぐ近くのビーチもあれば、自転車なりバスなり車なりでカランクっていうところまで行って、もっともっと綺麗なビーチもあれば、船に乗って綺麗な海のスポットに行ってそこから飛び込んだりとか、そういうこともできるし、あと何がいいって砂じゃなくて岩なんですよね。白い岩とか、岩じゃないビーチであっても石なんですよね。なんか私は個人的に砂よりもその石とか岩の方が好きで、
その辺も気に入ってます。でこの一回ビーチで、楽しんで、その後飽きたらまた自転車で、次のスポットに行ったりとか、こう移動ができて、それぞれのスポットが雰囲気が違ったりとか、水のクオリティはまあ全部綺麗だけど楽しみ方が違うので、それが気に入ってます。岩は結構ゴツゴツしてて寝にくいところもあるんだけど、日焼けしたりとかもできていい感じです。あともちろん、まあ、海沿いなのでシーフードも美味しいし、エビのカクテルとか牡蠣とかああいうのはおすすめです。あと、イタリアン系も美味しいのいろいろあったりとかするみたいです。今回ちょっと予約できなくて試せなかったんですけど、アモロっていうお店が気になってます。私はあともう少ししたら日本に帰るんですけど、東京めちゃくちゃ暑いみたいなんで、ちょっとそれが不安です。まあパリも暑いっちゃ暑いんだけど、パリってお家にはどこもエアコンはなくて、エアコンがなくても過ごせるぐらいの気温の暑さなので、これに慣れてるとちょっと日本の夏は大丈夫かなっていう不安があるんですけど、まあ日本の夏は夏で暑いけど楽しみもいろいろあると思うんで、それを楽しみにして帰りたいと思います。